皆さん、こんにちは。今日は建築に関する漢字について勉強を続けしましょう。日本語の勉強を楽しんでください。スタート。意味。区分けされたもの。会社や役所などの中の区分。字音。部。書き方。例。1、部屋に新しい家具を入れました。2、彼はサッカー一部に入っています。3、部分を分けましょう。4、会議は本部であります。5、部長と一緒に働いています。次。意味。家。住まい。屋根。仕事や店の名前。字音。置く。時訓。や。書き方。例。1、本屋で漫画を買いました。2、部屋には大きい机があります。3、屋内で遊ぶのは楽しいです。4、屋上で写真を撮ります。5、屋根が高いです。次。意味。広い建物や部屋。他人の母の継承。立派な様子。字音。どう。書き方。例。1、学校の食堂で昼ご飯を食べました。2、その神社には美しい殿堂があります。3、公会堂でコンサートがあります。4、大学の講堂で授業を受けています。5、母堂が元気で嬉しいです。次。意味。垣根。囲いを巡らした家や庭。字音。陰。書き方。例。1、病院に行きます。2、彼は大学院に通っています。3、毎週通院しています。4、美容院で髪を切ります。5、昨日退院しました。次。意味。物を作る。仕事。物を作る人。
字音。こう。く。書き方。例。1、工場で働いています。2、この料理は工夫が必要です。3、工事が始まりました。4、野菜を加工して保存します。5、この家具は細工が複雑です。次。意味。ことが行われ。人が集まるところ。字音。上。時訓。は。書き方。例。1、この場所はとても静かです。2、映画の主人公が登場します。3、本場のラーメンを食べたいです。4、映画の場面が突然変わりました。5、多くの人が来場しました。次。意味。店。品物を並べて売る場所。字音。て。時訓。店。書き方。例。1、店員が親切に手伝ってくれました。2、新しいレストランが開店しました。3、この店はとても人気があります。4、この会社には多くの支店があります。5、夏祭りで夜店がたくさん並んでいます。次。意味。土地の神。人々の集まり。字音。社。時訓。社。書き方。例。1、神社に行きました。2、彼は昨年入社しました。3、この会社は大きいです。4、社会はどんどん変わっています。5、彼は会社の社員です。